こんにちは、セナです。このチャンネルでは日本の文化やしきたり、生活、歴史、日本のちょっと面白いことについてお話ししています。皆さんは今日どうお過ごしですか？皆さんがいる、国や町の天気は今どうですか？私は今日は、午前中に仕事を終えて、それからジムに行って今帰ってきてこれを撮っています。はい、私は週に4日ジムに行くように努力をしています。はい、日中ずっと座っているので体を動かす習慣をつけるように頑張っています。ジムでは筋トレをしたり、他にはトレッドミルで20分ぐらい歩いたり、またジムに行けない日だと近くに公園、ウォーキングコースのようなものがあるんですね。そこで歩いたりしています。いつも歩くときは音楽を聴きながら歩いています。はい、最近ハマっているのが昔の曲ですね。私が小学生や中学生の時に日本で流行った曲を最近聴いています。そうなんです。日本では今10年前、20年前のカルチャー、文化がリバイバルしているんですね。皆さんは平成という言葉を聞いたことがありますか？平成というのは日本の時代の名前です。日本には年号といって、時代に名前があるんですね。最近では平成時代のファッションであったり音楽であったり、そういった流行がスタイルがまた流行っていて、平成レトロとか平成バイブスとかって言って SNS、ソーシャルメディアなんかでよく見かけるようになりました。今回はその平成時代がどのような時代だったのか、またそして今なぜその平成レトロが人気になっているのかを詳しくお話ししていこうと思います。まず最初に日本の年号についてお話ししたいと思います。日本にはカレンダーに西暦と、元号の2つの、数え方があります。例えば今年は西暦2025年ですね。万国共通で2025年ですが、日本では令和7年とも言います。この年号、元号同じことなんですけど天皇が変わると新しい時代の名前がつくということが日本にはあります。例えば今は令和ですね。この令和の前がこれからお話しする平成時代です。この平成の前が昭和は例えば日本だと高度経済成長期であったり、世界大戦があった時代ですね。その前が大正、その前が明治、その前が年号元号ではないんですけど江戸時代になります。こういった元号が変わっても1年は365日であることに変わりはありません。はい、この元号はちなみに1300年以上の歴史があるそうです。江戸時代より前は一人の天皇に対していくつも年号元号があった時代があるそうで、日本では400個以上の元号があるそうです。あったそうです。すごいですよね。また平成という名前は平らかになると書いて、何事もなく平和が、達成されることを祈るであったり、国内も世界も平和でありますようにという意味が込められた時代になります。とても優しい響きですよね。では平成とはどんな時代だったんでしょうか。平成という漢字の通りではなく少し大変な時代でした。平成の初期には、日本では経済がバブル崩壊をして不景気になりました。不景気というのは、就職が困難になったり、あとは経済が回りにくくなることですね。そういったことがあったり、2011年の日本での大震災、大きい地震があったり、それだけではなくて、日本各地で平成時代を通して、結構大きな自然災害がありました。そういったいろいろな大変なことがあった時代です。しかし文化や流行の面ではとっても面白い時代でした。はい、まずはファッションから見ていきましょう。まずはファッションでは平成前半1990年代ではギャルファッションが流行しました。はい、最近私はインスタグラムをよく使うんですが、見ていると私のアルゴリズムが
インスタグラムのアルゴリズムがそうさせるのか、ギャルファッションとかギャルの好きな雑貨とかそういうのをよく見かけるようになった気がします。そのギャルファッションというのは例えば、金髪で髪の毛をブロンドに染めて、あとはミニスカートを履いてルーズソックスや厚底ブーツなんかも履いて、こういったスタイルが、ギャルファッションの、なんていうんですかね、典型的なファッションスタイルですね。前までというか他の時代ではちょっと落ち着いたカラー、シンプルなカラーであったりくすみカラーが人気だったんですが、こういう平成時代では、すごくビビッドなカラーでネオンカラーとか、すごく健康的な元気になるカラーが多く取り入れた時代のように思います。この、ギャルファッションなんですけど、スクランブル交差点で有名な渋谷ですね。渋谷にあるファッションビル、109、丸9とも言われるんですけど、そこが、ギャルファッションの聖地になります。その丸9で働いていた、その当時すごく流行っていたブランドのショップ店員さんなんかは、若者の間でそのファッションセンスであったりカリスマ性なんかもすごく憧れの的でした。私は、個人的に2000年代後半のサーフファッションがとても好きでした。私が小学生の時、クラスメートだったり少し年上のお姉さんたちがそういった可愛い服を着ているのを見て、私もあんなファッションしたいな、欲しいなとか、あとは本屋さんに行ってファッション雑誌を買って、その好きなスタイルを切り抜いてノートに貼ってまた眺めるみたいな、また見るみたいなこともすごく好きでした。はい。その、平成時代ではまた他の、数年後であったりとかは森ガールファッションっていう少しちょっとナチュラルで優しいスタイルであったりとか、原宿である裏原系という派手で奇抜なファッションなんかも、流行に沿って流行ったそうですね。なので平成時代は様々な人がいろんな人がいろんなファッションをしていて、すごく自由な時代だったっていう風な印象が私にはあります。今では令和では、そうですね、日本では K-POP がとても人気です。世界的に人気ですけど、日本でも人気です。そういった K-POP のアイドル、ニュージーンズであったりエスパなんかも他にもたくさん女性アイドルグループや男性グループがそういった Y2K のファッションをミュージックビデオやコンサートに取り入れて、それが、日本でも、Y2K ファッションがもっと洗練された形になって今流行っています。また音楽シーンでは平成の時代といえば MD ですね、ミニディスクと、あとは CD と、あとはカラオケがとても流行った時代です。世界的に人気の歌なのかなと思うんですけど、ファーストラブで有名な宇多田ヒカルさんであったり、伝説的な引退をした安室奈美恵さん、また、平成時代ではアイドル文化がとてもトレンディーでした。はい、大勢で歌って踊る AKB48 や、男性グループもジャニーズ事務所をはじめとする SMAP であったり嵐であったり、また違う事務所の EXILE であったり、そういったいろんなアーティストが活躍した時代です。歌詞には恋であったり友情であったり夢であったり自分らしさであったり、そういったものがテーマになって多くの人に共感を呼んで、カラオケで歌って楽しんだり歌詞カードを何度も読んだりした時代です。はい、私はちょうどこれが小学生から中学生ぐらいの時代に当たるんですけど、私は本当にこの J-POP、 この時代の J-POP が大好きです。はい、なんかすごくテンションが上がる曲が多いし、歌詞もすごくはつらつとしていて、すごくなんか元気をもらえる、前向きになる曲が多い気がします。はい、その平成のど真ん中の、音楽のアーティストの中でオレンジレンジが私は一番大好きです。はい、オレンジレンジも彼らの当時人気だった曲が最近になってミュージックビデオがリメイクされてすごく注目を呼んでいます。オレンジレンジはなんか私も小学6年生とか5年生の時に
私お兄ちゃんがいるんですけど、お兄ちゃんの友達とカラオケに行った時とか家族と行った時とかを思い出して、すごく思い出の曲です。はい、思い出のアーティストです。またラブソングだと西野カナさんや青山テルマさんなんか、そばにいるねはもうその当時の日本人だったら誰でも知っている曲だと思います。はい、なんかカラオケに行きたくなりますねこういった曲のイントロだけで懐かしい思い出とか日々が思い出せて、とてもエモい気持ちになります。そして忘れてはいけないのはアニメやゲーム文化ですね。全部有名ですね。例えばエヴァンゲリオンであったり、ワンピースとかナルトとかセーラームーンとか、あとはポケモンですね、忘れてはいけない。あとはゲームですとそのポケモンの任天堂64、DS、またたまごっちなんかも今でも人気の作品がたくさん生まれた時代が平成時代になります。私はポケモンのクリスタルとかルビーサファイアがとても好きでした。最近去年になってすごく懐かしくなって、ピクセル感がすごくいいですよね。可愛らしいですよね。なので久しぶりに始めて、私はいつも最初のポケモンの運命の選択は炎系ポケモンなんですけど、アチャモを選択して全クリしました。はい。あとはたまごっちも大好きでした。その当時は小学生だったので学校には持っていけなかったので、すごくたまごっちの部屋の中をね汚くさせてしまったりね、何人も亡くならせてしまった記憶があります。あとはゲームだと任天堂 DS が出た時は任天堂ックスとか、プチプチおみせちたまごっちですね。またあとは動物の森なんかも友達と通信してすごく楽しかった思い出があります。はい。動物の森は村の住人の引っ越しを引き止めるのに忙しかったんじゃないですか皆さんはい、などなど、あとは私はアニメは個人的には悠々白書と鋼の錬金術師がとても好きでした。アニメについてはまた別の動画でお話ししようかなと思います。皆さんきっと大好きですよね。このオタクという言葉もこの平成時代に生まれました。オタクという言葉はね、ナードですから、だから何かを専門的に知っている、何かに情熱があってそれを極めている人のような意味がある気がして、私はとても好きなんですが、このオタクという言葉もだんだん時代とともに多くの人にいい意味で受け入れられてきたんじゃないかなと思います。ゲームアニメはオタクの人たちだけじゃなくてもう世界中で人気ですね。はい、今の令和の若者にはアニメは、ところによるとハム太郎とかおじゃまじょドレミなんかのすごくポップなちょっと可愛らしい子供っぽい可愛らしいアニメが人気だそうです。はい、あとアニメとかでは、アニメシリーズもあるんですけどではないんですけど、サンリオキャラクター知ってますか？サンリオキャラクターも、平成の時代に多分昭和の終わり頃ぐらいかなに、サンリオキャラクターが登場して、ハローキティちゃんとかですね、もうそれ以来日本ではずっと人気です。はい、こういったキャラクターなんかも、プリクラ手帳とかシール手帳なんかの、ステーショナリーとして文房具でもすごく何度も使った気がします。何個も買った気がします。皆さんの国にはプリクラ手帳とかシール手帳というのはありましたか？それは好きなシールを買いますね。それを貼っておくノートです。その紙も普通の紙じゃなくて、ツルツルしたシールが貼って剥がせるタイプの手帳で、それはもう平成時代の小学生は多分みんな持ってたと思います。私も何冊も持っていました。はい、そういったのがプリクラシール手帳ですね。はい、このサンリオキャラクターは、先ほども言った通りに日本ではずっと人気です。しかし数年ぐらい前から5年ぐらい前かな、サンリオキャラクターを海外のインフルエンサーさんの中で見始めた気がします。なのでそういった逆輸入の形でも日本でも再び人気になっています今。
このサンリオキャラクターの他にも平成時代の子供服のブランドエンジェルブルーの中村くんであったりメゾピアノのベリエちゃんなんかも今人気だそうです。はい、最近私のフォローしている海外のインフルエンサーも中村くんの服を着ていました。すごく可愛かったです。私も欲しいです。はい、そして、生活スタイルは今の令和の時代のような現代の生活に近づいていきます。平成の終わり頃には携帯電話がスマートフォンになりましたね。その携帯電話の当時日本ではガラケーというんですが、こういった折りたたみ式の携帯であったりスライド式の携帯なんかもありました。これは万国共通で皆さんエモい気持ちになるんじゃないですか。着信メロディーの着メロというのはありましたか。日本では効果音なんかピロリンとかそういう音だけじゃなくて自分が好きな、歌のなんか好きなサビとかも多分選べれたと思います。そういったのを着信のメロディーにできる、そういったのも設定したり赤外線通信であったりデコメールだったりとか、そういったのが平成の時代にすごく流行りました。ね、日本発祥の絵文字なんかもこの当時から作られていて、日本ではなんて読むんですか、ジフですかギフですかじゃないんですけど、なんか絵文字が動く設定なんかもありました。もうそれもすごく可愛かったんですごく懐かしいです。はい、また、平成の始まりに起こったバブル崩壊をきっかけに高級志向でハイブランドを持つのがステータスだった時代から一変して安くていいものを追求求める消費スタイルにシフトしていきました。ここでダイソーであったり100円均一ショップですね、100均やあとはユニクロ、無印良品なんかもね世界的に今人気ですけど、そういったものも出てきたのが平成時代です。また平成の時代にはみんなが大好きなコンビニも日本全国で数多くたくさん増えました。そのコンビニであったり、あとはファミレスや牛丼チェーンすき家なんかもそうですねとかフードコートなどで手軽で安価な食べ物が一般的になりました。この影響があって平成の終わり頃にはお一人様文化も広まりました。お一人様ですね、一人でするんですね。例えば一人カラオケとか一人焼肉とか一人旅という言葉なんかも生まれて、人とじゃなくても自分だけで自分一人の時間を楽しむ人が増えてきたのが平成の終わり頃になります。では今なぜこの平成レトロ、平成バイブスが今また流行ってきているんでしょうか。どこの国でも流行トレンドは若者が作ると言われていると思います。もう世界でも日本でも今の若者は Z 世代に当てはまりますね。この Z 世代の人たちが子供の時に、平成時代を過ごした人が多いです。例えば、私は持っていなかったけどお母さんが持っていたガラケーを覚えているとか、なんかプリクラとか流行ったよねとか、そういったので懐かしいっていう気持ちと今改めて見るとなんか新鮮で可愛いっていう気持ちが混ざって、そこにエモさを感じているんですね。先ほどから私がエモいという言葉たくさん使っているんですが、これは数年前ぐらいにできた若者のスラングです。英語のエモーショナル、感情的なという言葉のエモと形容詞のイをつけた言葉、若者言葉で、エモいという言葉は心が揺さぶられるようなとか、何とも言えないこういった感情を表現する言葉です。感動であったり、懐かしさであったり、切なさであったり、寂しさであったり、そういったさまざまな感情が入り混じって言葉では表しにくいことを表現するのがエモいですね。なんか例えば美しい夕日を見ていて昔のことを思い出してエモいとか、そういった風に例えば文章で言うと、なんかこの10年前に撮ったプリクラなんかすごく懐かしくてエモいとか、あとはなんかこの曲学生の頃に聴いていてエモいとか、そういった風にエモいという言葉を使います。西洋の方でも歴史的にルネッサンスであったり
古典芸術を見直して良さを再発見するという動きがありましたね。目まぐるしく変わる流行やスタイルの中で一度立ち止まって昔を見てみる、こういったことを現代の若者もしていて、そこに平成の良さを感じているんですね。平成はいろいろなものが携帯電話であったりデジタルカメラであったり、こういったものデジタル化が進んでいった進化の時代にあると思います。こういったテクノロジーの進歩はしているけど、少し多少なりとも不便さは感じる、使いにくさは感じる、こういった当時を知らない10代にとってすごく魅力に新鮮に映るんですね。なんか古くてちょっとダサいけど、このダサさが可愛い、なんかダサ可愛いっていう風な、こういった逆張りするセンスの良さなんかも若者に受けているそうです。また30代40代の人たちは青春学生を平成時代に過ごした人たちです。なのでつまり親世代と子供世代が一緒に楽しめる共通の話題なんですね。こういったところがこの平成レトロの一番面白いところなのかもしれません。今日は日本の元号と平成時代、そして今再ブームになっている平成レトロについてお話ししました。平成の時代をこうやって振り返ってみると、決して効率がいいとかタイパコスパ、タイムパフォーマンスとかコストパフォーマンスを追い求めていたわけじゃなかったと思います。例えば CD を1枚ずつ買ってプレイヤーで再生して歌詞カードを見ながら聴くであったり、プリクラを撮って、手帳に貼ってまた眺めるとか、あとは、メールの返信もすぐ来るということはなくて、ちょっと待つ時間なんかを楽しんでいたんじゃないかなと思います。今の令和は AI も発達していって情報もコンテンツもたくさん溢れていて、いかに効率よく正確にこなすかというのが重要視されているんじゃないかなと思います。でもその中で本当に大切なことって何だろうって問い直す人も増えてきているんじゃないかなと思います。例えばアナログレコードの人気が再燃したり、あとはフィルムカメラやデジタルカメラや日記帳なんかも見直されてきたり、手間がかかるけどそこにしかないリアルさ、こういった誰かと実際に会って直接話して手紙を書いたり自分の言葉で発信したり、こういった AI がどれだけ便利でも人としての人間としての不完全さであったり温度感、こういったことに価値を見出す、価値を感じるようになるのかもしれません。これからの時代、タイパやコスパではなくて、例えば不便さの中の豊かさであったり、あとは、時間をかける贅沢さ、こういったものも大事になっていくんじゃないでしょうか。大事になっていってほしいですね。効率の時代を生きながらもちょっと立ち止まってあえて遠回りをしてみる、こういったそれもまた私たちにしかできないリアルなことなんじゃないでしょうか。皆さんはどう思いますか？はい、では、今日のエピソードはここまでです。はい、ありがとうございます。また、このビデオがいいなと思ったらいいねとまたチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ではまた次のエピソードで会いましょう。じゃあね、バイバーイ。